はいどうもゴッドです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですねちょっと4年間乗ってきて一番起こった大きなトラブルで、その経緯についてちょっと話していきます。はい、トラブルが起こった経緯とか詳しく話していくので、ちょっと長くなってきてしまいますが、最後までご視聴いただけると嬉しいです。はい、では早速お話の方していきます。僕がですね CRG 無限 RG が納車されて約3ヶ月後ぐらいですかね、ちょっと広島へちょっと向かう用事がありまして、広島に向かうために岡山あたりを高速で走行してたんですよね。高速で走行してる途中ですね、突然ちょっと出力が低下してすごい大きな音がして、それでエンジンチェックランプが点灯したんですよね。その時びっくりしましたよ、本当に。自走可能なちょっと状態だったんで、もうすぐ近くのサービスエリアの方にですね避難の方をいたしました。すぐですね避難の方をして購入した店舗の方にですねすぐに連絡いたしましたね。で連絡した場所が岡山あたりなんで、どうしても購入したお店の方にね行くのはとても難しいような感じでしたね。その時にどうしようかっていう風に相談しました。そしたらですね自走可能な状態なんで、ちょっと広島着いたらディーラーの方でちょっと見てもらってくれっていう風に言われました。仕方ないんで、もう到着した後ですね、朝一でですねディーラーの方に行きましたね。もうディーラーが開店する前でもうディーラーの目の前でずーっと待機してるような感じでしたね。でディーラーで見てもらったんですけども、エンジンチェックランプが点灯した原因がわからないっていうふうに言われまして、このまた自走可能な状態なんで購入店へ行って見てもらってほしいっていうふうに門前払いをされたような感じですね。でそこでしてもらった対応としまして、エンジンチェックランプのみ消去の方してもらったんですけど、またしばらく走行してすぐですねエンジンチェックランプが点灯したっていう風な流れですね。そして後日ですね遠方でしたんですけど購入した店舗の方に行きまして、約1週間ほど車の方を預けましたね。この時自分はスーパーチャージャーの故障をですね一番に考えたような感じですね。で故障診断の結果が出まして、回答としましてスーパーチャージャーの故障ではないって言われましたね。これはすごい助かりましたね。故障すると高額ってのを知ってたので、それすごい助かったのを覚えてます。で結局何だったんかって言いましたECU の更新が必要で、立地の方が故障しているっていう風に言われましたね。そこでですねファクトリーショップさんですねでECU のアップデートを無償でしてもらったような感じですね。でその後チェックランプの点灯はほとんどしなくなったんですけども、やっぱりしばらく走行すると再度つく、そして自然に消えるっていう状態がですね結構長く繰り返されてましたね。ですね、チェックランプ点灯すると出力がすごい制限されてかなり遅かったんですよね。スポーツモードとノーマルモード、エコモード、どのモードも切り替えることができなくて、本当にストレスを感じながら走行してました。今思えばなんですけど購入するときですね購入する店舗にスーパーチャージャーのオイル交換は絶対交換して納車してくださいっていう風に伝えてオイルをですね全て交換するプランの方に入ってお金の方を払ったんですけども、おそらくなんですけど多分トラクションオイルは交換してなかったんだろうなっていう風に推測してますね。で僕はですねてっきり交換の方されてるっていう風に思ってたんで、すごい負荷かけて早い早いっていう風に喜びながら負荷かけて走ってたような感じですね。でトラクションオイルの交換も2万キロに1回っていうのを知ってたんで、まだ全然あったんでね、もう平気でブーストかけながら走ってましたね。でチェックランプの点灯と消灯をですねちょっと繰り返す頃から、あれなんかブーストかかってないなっていう風に気づき出しましたね。そっからなんですけど、結構いろんな店舗の方に見てもらいましたね。ディーラーの方もそうですし、もういろんな店舗に見てもらった感じですね。
で見てもらった結果なんですけど、特にエア抜けとかもしてないし、ホース類は特に問題なしで、異音の方はしないためスーパーチャージャーのブローではありませんっていう風に言われましたね。だからあとはブーストメーターのですね故障かもしれませんが、不圧の方はしっかり拾ってるので、その可能性はありません。原因不明ですっていう風に言われましたマジか、原因不明かっていう風に思ったんですけど、スーパーチャージャーブローしてないならってことで、いつも通り交換時期が来たんで、トラクションオイルの方をですね交換の方してもらった感じですね。で、交換してもらったんですけど、その後もねブーストが全然かからないんですよね。でこの時からですね、もう自分でブーストかからない原因をちょっといろいろ調べまして、エアクリーナー清掃したりとかいろいろしたんですけど、特に変化はなしで、チェックランプ点灯消灯を本当に繰り返す毎日だったんですけども、そのかっこいいですね愛車を見るたびに仕方ないかっていう風に吹っ切れながら過ごしてたような感じですね。でもですね、もうやっぱりブーストがかからないっていうことがもう気がかりでして、もうブーストかかんなかったらもう全然もう無限 RG の意味がないから、もうすごい気がかりで、もう故障診断またちょっとどうなるかわかんないけどしてもらおうかなってことで、今度スポーツカーショップの方にね依頼の方しました。そこでスポーツカーショップで初めてトラクションオイルが全く入っておりませんっていう風に回答がありましたね。もうなぜどのショップもその肝心なことに気づかなかったんだろうっていう風に思ってますね。もちろん自分もですねこんな肝心なことに気づかずっていう風な感じですね。でもうオイルのない状態でちょっと走ってたっていう風に考えるとめちゃくちゃ怖さを感じましたね。それでディーラーの方でですねトラクションオイル交換してもらってるんで、しっかりとオイルを入れたのかっていう風にディーラーの方に連絡の方をいたしましたね。そしたらすぐに一度見せてほしいっていう風にすぐ連絡がありまして、1ヶ月ほどディーラーの方に入院いたしました。そこでですね初めてスーパーチャージャーからオイルが漏れていることがちょっと発覚したような感じですね。そこでディーラーから提案されたのがスーパーチャージャー本体を交換するかトラクションオイルを継ぎ足しながら乗るかの選択をちょっと迫られたような感じですね。トラクションオイルもねめちゃくちゃ高いんですよね。1リットルで2万円ぐらいするんで、俺を継ぎ足して乗るかっていう風にちょっと考えたりしましたね。もちろんスーパーチャージャーですね交換費用はめちゃくちゃ高額だったんで、ちょっと結論を先延ばしにしましたね。それでですね事故でいろいろ調べましたね。無限 RG のスーパーチャージャーってロトレックス製ってのを知ってたので、もう外国のですねロトレックス本社で直接問い合わせをしたりとかしながら対応してました。結局はスーパーチャージャーの方を交換しました。交換した後ですねチェックランプの点灯は一切なくなって、ブーストがですねしっかりかかるようになったっていう風な流れですね。その時思ったのが、車のコンピューターめちゃくちゃ賢いなっていう風に思いました。交換費用につきましてはまた今後の動画をですねお楽しみに待っていただけたらと思います。これからも無限 RG に関する動画上げていきますので、よければチャンネル登録と高評価ボタンですねよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ではご清聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。